本日は、菊田博さんのご自宅の、これ、バイオリンはい。を、制作される場所そうですね。ですよね。はい。そちらに伺って、はい。イタリアのクレモナはい。伺って、で、バイオリンのお話だったり、はい。バイオリンにまつわる音のお話をいろいろお聞きしたいと思いまはい。す。で、まずですね、今、バイオリンの制作をやってらっしゃる。はい。それから、プロのバイオリン制作者ってお呼びすればいいんですかね。そうですね。そうですね。はい。バイオリンの音をここはクレモナイタリアですから、当うん。然イタリア語だとははい。思いますけど、はい。それを日本語に直すとして、うん。どういう表現、音を表現する言う葉ん。が、どういう言葉で音を表うん。現されているかっていうのをちょっととても興味があるんですけど、ああ、いくつか、そうですか。うん。教えてください。はい。バイオリンの、あの、まあ、音色、はい、音色というのか、はい、音色で言うと、まあ、音色っていうものは一つ。はい、それプラス、やっぱりその音の強さ、強さ、音量ですね。はい、音量っていうと物理的な感じですはい、けど、もっと言えばエネルギエネルギーになりまー、はす。い、で、それで楽器の性能として技術的に見ると、もう一つ大事な要素として、その弦によるバランス、バランス。弦ごとのバラあ、ンスですね。バイオリンで言うと、はい。ちょっとこれを持っていただいていいですか。はい。えっと、音楽は全部この4本のうん、弦うん、のこの一番低いとこうん、からこの一番高いとこうん、ろまで。で、この大まかにこの4つの弦で、えその音の、まあ、音量のばらつきが少ない方がうん、まずいいうん、んですね。うん、で、さらに言うと音色のうん、変化もうん、少ない方が方がいい。いいですね。当然、はい。メロディーに、音階によっては、一本の線だけでは演奏できないので、できない。複数の線にわたって、あうん。とね、ボーイングのこともあるので、はい。そうすると複数の弦を渡らざるを得ないって、そのそうですね。時に、例えばレガートみたいな、はい。音律が書いてあるのに、はい。弦を渡るたびにはい。音量が変わったり、挟まった音そうですね。色が変わると、そうですね。結局音楽が作れないっていうそういうこことなとにんですよね。なります。で、今言ったその音量と音色はい。バランスっはい。てのは、バイオリン制作、コンクールうん。の採点のああ。ポイントになってるんです。それを審査員の人たちはもそうですね。う、聞いて、はい。点数で書けるわけですよね。書く書くんです。んですよね。書かなきゃいけ書ない。けるっていうか書くんですよね。ええ、そうですね。え演奏者は本当にカーテン越しに隠れてうん。演奏して、公平を期すために、誰の楽器かわからないように状態で、審査員はこの楽器の音量は何点っうん。て決める。音色は何点、何点、バランスはバランスは何点。何点。で、演奏家は同じなわけですか。基本同じです。から、で、演奏家も点数つけるんです。あ、それは弾きやすさがなるほど、なるほど。どうかっていう。楽器としてどうそうだね。かっていうことですね。だからその4つの要素で、そうん。の楽器の性能としてのうん。審査はうん。行われる。今日、はい。菊田さんに、はい。ちょっと、準備うん。をしていただいて、はい。一体、うん。そういうバイオリンを、二つの面ですよね。はい。美しさという分と、はい。音のはい。音色と音量とバランスと、あと弾きやすさ。はい。ここを目指していくはい。上で、じゃあ実際にどういううん。過程で作っていか作っていれるくかでかというのすね。をはい。紹介してはい。わください。かりました。まあ、あの、本当に最初にやる作業は、
そのバイオリンを作るための木材をうん選ぶところから始まります。で、まあ、これがバイオリン用はいの木材ですね。木材をまず選ぶことが、まずは大事だ。はい。で、それでまあ音のかなりの部分が決まります。うん楽器としてできた時の。で、それはなぜかというと、木材によってはそのよく響いたり、はい響かなかったり、うんで硬くてうん音が出づらいとか、うんそういう木材もあるので、うんそのバイオリンになった時にどう響くかどうかを見極めて、うんこの木材をうん使うのを選ぶのがまあ非常に難しいところなんですけど、まあ一つの判断基準としてこの木材の段階でちょっと音を響かせる、うんこう持ってうん音のこう叩いて、ちょっとこう響くっていうのとかこそうですね残響みたいなこう残る残る。こういうこれが最初にきれいにカンと音がして残響もきれいに残るとか、まあこれいい木材はやっぱりきれいな残響も残りますし、キラッとした音もするので、まあそういうところで判断したりもします。で次は工程としては、これがバイオリンの形の基準となる型です。これは菊田さんオリジナルなんですか、この型っていうのは。違います。これはガルネリ・デル・ジェズーという、制作家の、まあ、クレモナでストラディバリと並んで有名な、まあ、名人だったガルネリさんのモデル。まあ、それによって音も変わってくるので、そういうガルネリ的な音も出したい場合はやっぱりガルネリモデル。次はどういうところに入っていくんですか？次はまあこの横板の形に合わせて切り抜いたものがこういうこれがごめんなさい、裏板になるんですけど、これをこれからそのバイオリンの形、まあアーチ、膨らみですね、アーチの形に削っていく作業が続きます。この段階は音というよりはそのアーチのまあ目的とするアーチとか美しさとか、そっちの方が美観の方がやっぱ重要視する段階なんですか？ある程度は美観優先ですけど、でもこの膨らみの高さとかこのカーブ、このカーブの落ち具合とかによって音にも影響しますんで、それも考えながら、まあ極端に変えれば、まあやっぱ音量が出ない楽器もできちゃったりとか、極端に音が硬い楽器も出るとか。硬いということは音色っていうことですよね。そうですね。だから振動しづらい形にしちゃうと、もうそれでもうボディが震えなくなってしまうので、そうなると音のまあ苦しい音というか、硬い音、印象の音になりますね。ただまあ当然美観との兼ね合いもあるので、その音だからこのアーチの作業については美観と音について両方ちょっと頭が意識がいってる状態ですね。これ表板なんですけど、表板はまあちょっとこれあれですけど F 字工があるので、そのアーチと F 字工の関係性みたいなのをさらに考えなきゃいけない。でここにコマがこう立ちますので、そのコマが立つ場所がどう膨らみがいいのかとか、
いろんなことを、これなんか見るだけで音を大きく左右しそうですよね。そうコーマっですね。て弦の振動をこのボディにそうです。伝えるし、F 字ええ。工って中で共鳴した音を放出するまあ、そうですね。ところだかええ。その放出もしますし、ここに穴があることら。うで、ん。ここが振動しやすくなるんです。ああ、自由度が自効くっていう。由度が、ああ、ええ、そういうことなんそういうですね。意味合いもあっなるほどなるて、ほど。ええ、それも大きいですね。うん。まあ、ある程度薄くしてうん。軽くした方がうん。当然よく響くんうん。ですね。薄く軽くってことですね。ええ、はい。薄くすれば軽くなはい。るからよく響うん。くんですけど、そうするとやっぱ音量は落ちますね。なるほど。うん、そのなんていうか弦の圧力にうんうん負けてしまっうんうんて、うんその音量、力強いう音が、んうん。まあ、音量というかエネルギーがエネルギーが。出てこない楽器になるうん。ので、やっぱ薄くしすぎるのは良くない。うん。そうすると、まあ、その厚さを決める。でもこの段階でその音に影響があると言いながら、音で確認はできるんですか？またコンコンってやったりはするんですか？そうですね。あ、ある程度もう完成に近うん。づいてきたら、ある程度叩いて、なるほど。どこを押さえてどううんう叩いたらんうん。どういう響きそうですね。がするか。押さえる位置と叩く位置をはい、変えれば、もう音がそうなんです。全然変わり変わる。ますよね。まあそれで、うん。あとこの部分をどれだけ削ればもっと良くうん。なるだろうということでということは、やったり。この段階でそうやって音をこう叩いて、音で確認するということは、菊田さんの中に、まあ、望ましい音、目標とする音っていうのは存在してるわけですよね。そうですね。で、こう叩いて、あ、ちょっとこうだなって。もやりますうんうし、ん。あとはそのデータの積み重はい。ねですね。そのこの木材はうん。どこのお店から買っうん。て、うん。あと密度、はい。比重もはい。一応測るんですあ、よ。比重測るんですか？ええ、その木材のはい。段階で。で、比重が0.4とかうんう0.3んとか、うん。あの、いろいろうん。木材によってえ違うんえ、ですけええ。ど、まあ、比重が低すぎる木うん、材だとうん、やっぱり軽いんですけうど、ん。やっぱちょっと弱い、なるほど。粘り気がない。うん、で、比重が0.4、まあ0.5うん、とかうん、なるともう硬いうん、木材になるんですけうん。ど、それだとすごい丈夫だけど、そういう軽やかな響きにはなうん、かなかなうん、らうん、ないので、うん、うん。だからそういうこの比重の時に、例えば前作った楽器がうん、この比重の木材を使ってこの厚みでやっうん、うん、た時はこういう音だうん、ったっうん。てのを記憶の中記憶にするんですね。データが頭の中にはい。残ってるから、うん。そうです実際ね。叩いた音だけではなくて、はい。実際にその木材のはい。履歴とはい。過去の履歴とを合わせはい。ながら、そうですね。これくらいの厚さがベストのはずだみたいなことで最はい。初に確認をしていかれる。そうではい。すね。だからもうバイオリンのもうバイオリンの形に、ね、なっ完成て、になるんですけど、こっからが最後のはい、調整、はい、音作りの要はい、になって、で、それによって最後にバイオリンうん、が鳴るかうん、鳴らないか。うん。うん、これは、もうバスバーは貼り付けてあるのではい、変えられないけど、唯一はい、動かせるものとしては昆虫があるわけですよね。で昆虫すから、ですね。この状態で実際にはい、菊田さんがひい音を出します。音を出して、はい、もう要は楽器の音を最後に決めていく。そういう作業で、が、決める手段として昆虫の位置を動かすという。そうですえね。
あと駒もあ触れるあ、はい。ので、その場合によっては駒の足とか、この形、はい。削ってる部分の形によっても音が変わるうん。ので、あと厚さですね。はい。は変えたりはしますけど、それとプラス昆虫のうん。調整。その段階ではどんな弦を張るかとうん。か、弦を選択するうん。作業もうん。絡むんですけど、これは本当に立てる時はこっちの尖ったええ。方だったんですけど、反対側のこれハンマーみたいはい。になって、これでこういうやっぱり F 字工からうん。入れて、ちょっとやれば動いていくわけですね、このこうやって。叩くんです。ああ、これで動くと。これで0コンマうん。数ミリうん。単位とかで音が変わっていく。変わっていくはず。うん。今日お話はい。伺ったように、表板、裏板の素はい。材によって、こう微妙に削り方を変える。で、そそう、れは昆虫の位置にもひょっとしたらもちろん。影響してくるから、そう、いろんなことが要素があるそうので、ですね。その一般的にはこうかもしれないけど、それはもう何ともわからない。そうですうね。ん。相互的に影うん。響し合ううん。ので、これがっていうのはなかなかないので、昆虫って、例えば駒から遠ざけるうん。方向にすれば、うん。あの、駒が比較的自由に振動しやすあくなる。あ。はい。はい。昆虫の影はい。響少ながくなる。少なくなる。なので、若干音が柔らかくなるほど。なるのあ、が、振動が伝わる、はい、なんていうんですかね、エネルギーが下がるんですかね。下がりだからますね。ちょっと柔らかく。そうですね。音が、柔らかくなる傾向に、少し緩やあの、かに。テンションみたいなもんですよね。そうですね。ええ。なので、それは割と基本的なセオうんリーの一うんうん。つですね。柔らかくなるっていうのはもう、音色ですよね。そうですね。菊田さんは、その音は当然、音を出さないと分かんないでわかんなすよね。いです。ご自分で弾いたええ。音でやるか、例えばよくお付き合いのある演奏家の方に目の前で弾いていただいて、少し距離を離れて両方なのかどうなんですか？最終的には、その演奏家の方にうん、お願いすることもあるんですけうん、ど、その微妙に位置を動かしたりとうん。か、そういう時はもう自分一人で。もう、ここにある。だから結構、そうです。なんていうんですか、部屋の影響よりは直接音が直接音ですね。耳に。ええ。うん。その方が分かりやすいでうん、すね。うん。で、一番分かりやすいのは自分で弾いてるはい。時が分かりやすいです。で、ある程度離れてしうん、まうと、やっぱりその反射音とかの影うん、響もあって、うん。なかなか分かりづらい分かりづらいです時もよね。ありますね。うん、それぐらい割とこの昆虫とかその微妙な音の違うん、いっていうのうん、は分かりづらいうん、うし、ん、プラシーボ効果みたいなうん、のもあるうん、ので、うん、あの、動かしたつもりが動いてないっうてこん、とも うん、うあん、ったりとし、うん、うん、でもそれでも違うってうん、感じたりっうん、てこともうん。よくありますよね。起こるので、うん、それを本当に客観的に判断するのは非常に難しういです。ん、私も難しいし。うん、でも、そこを疑う気持ちがうん、持てるかうん、どうかっうん、てのは大きいかなと。うん、音に対する、いい音とはどういう音かとか、うん、で、取りたい音をはい。取るためにはどうしたらいいうん、かとか、で、音をそれにはやっぱ音を記憶するはい。能力で、それがいい音かどうかをうん、客観的に判断するうん、能力が必要だっうん、ていうのは常々思っはい。てて、あの、そのあたりをすごく、だからいろんな方式を考えるっていう、そういう
思考も持ちながら、やっぱり能力として音作り、耳を鍛えるっていうと、もう本当に単純な言い方になっちゃうんですけど、でもそれがやっぱり一番大事かなっていうの。だからその数年間 N 響の収録に夢中になってやってたことですごくそういう耳が鍛えられたなっていうのは、でまあ結果的にそれが後の楽器作りになった時も、その客観的に音を聞く能力っていうのはすごく役に立ってるというか、それがあったからまあうまくできたっていう面、他のバイオリン作りだけをやってた人に比べるとアドバンテージとして、それが強みかもしれないですよね。強みそのっていうのは音をありますね。客観的に判断できるっていう。そうですね。客観的に判断するっていうことは、えなんかやっぱり音のイメージが頭の中にあって、え、そこと今耳に入ってくる音をそうですね。こうきちっと客観的に比較をしていくから、そうですね。バイオリンもそうなんですかね。そのええ、毎回毎回作られて、そうですね。 3つ前の音はこうでした、今の音はこうでした、でその違いはここなんですっていうのは、そうですね。私もわからないですけど、ええ、でも音を変えるのははい、菊田さん自身のいろんな、そうです。だからやることは手作業だけど出てくるものとして音で、音ですね。その音を客観的にそうですね。判断をするっていう、はい。プロバイオリン制作者ってこのはい。プロっていうところが多分、そのそうです客ね。観的にみたいなところがあるかもしれないですよね。そうですね。うん客観的じゃない場合っていうのは結構思い込みっていう部分もあるんで、その音って結構思い込みの罠に入りますよね。陥りやすいと思うんですよね。で、常にそれを防ぐためには常に疑って、本当に音がこれ違うのかとか、何かを変えた時にこれは変わったのか、変わってないのか、でもっと言えば良くなったのか、悪くなったのかも判断しなければいけないんですよね。で何回か変えた時に3回、例えばマイクの位置をだんだん3段階近づけていった時に、最初の位置と2番目3番目でやっぱ音は変わると。でもそれをまず聞き分けられない能力は必要ですし、でそれ1番目はこういう音だった、2番目はこういう音だった、で3番目はちょっと音が近すぎたので、じゃあ2番目に戻しましょうっていう、結局そういう作業の繰り返しなんですよね、その楽器の音を取るというのは。そうですね。